皆さんこんにちは。布施テニスラボ布施俊二です。今日は2023年の全日本ベテランテニス選手権男子55歳以上準々決勝の様子をお送りします。第1シード矢作プロ対第8シードの私布施の対戦となります。矢作プロは2022年の本大会の優勝者です。またここまでの勝ち抜きの状況です。これは主な私の成績となっています。それでは試合が始まりますので見ていきましょう。全日本選手権ですのでベストオブ3セットマッチで行われます。通常の大会ですとセットオールで10ポイントスーパータイブレークのファイナルセットが多いんですが、全日本の場合は全て通常のルール通りで行われます。また通常の大会ですとノーアドが多いですけども、全日本は普通にデュースがあります。したがって試合時間も長くなりがちなので体力面でも結構厳しい大会となっています。この日はインドアコートが割り振られて、外は晴れてますけどもインドアでの試合となっています。矢作プロとは初めての対戦ですが、いきなりラブ40とブレイクチャンスとなっています。ここはリプレイで見てみましょう。かなり脱力しているので強烈な外旋が入っています。ラケットも後ろから出てくるのでどこに飛んでくるのか見にくいフォームですね。あれぐらいしっかり打つことと角度をつける必要があってかなり大変な試合になりそうだなという感じです。これはオンラインで滑っていってしまいました。ここはリプレイです。うまく左足に乗って振り抜くことができました。センターへのスライスサービスです。リプレイで見てみましょう。ここはボディ狙いのサービスです。ちょうどいい具合にフォア側にボールが食い込んだような形になりました。これはナイスショットです。リプレイで見てください。バックで深く打ったんですがあっという間に帰ってきました。これぐらいの黄色矢印ぐらいに帰ってくると予想してたんですが、綺麗にダウンザラインにコントロールされています。矢作プロさすがですね。うまいです。角度が結構広角に打ってこられるので守るのも大変です。このダウンザラインのコントロール本当に素晴らしいです。これを守るのは結構厄介だなという感じですね。
こは逆クロスにいいショットが打てました。3ゲームが終わってなんとなく2人とも落ち着きが出てきた感じがします。やはりフォアのダウンザラインは要注意です。ここはスライスのボディ狙いです。うまく矢作プロのラケットを弾くことができました。ボディ系のサービスは早めに見せておくと後で効果があります。ここはいい当たりでしたが少しオーバーだったようですね。インドアだと少し打ちすぎちゃう傾向もあるのでしっかりスピンをかけることが大切です。ここはしっかりスピンを打っています。しっかりとスイングをしてスピンをかけることが相手へのプレッシャーにつながりますのでしっかり振る練習をするといいと思います。2回目のブレイクに成功してスコアは 4-1 となっています。ワイドのキックサービスを狙っています。緑マーカーぐらいの返球を予想しています。ちょっと狙いすぎでサイドアウトになり助かった1本です。このボレーは慌ててしまって左に落とすことができませんでした。
これは判断ミスでしたね。ちょっと無理して回り込みすぎました。ここは矢作プロのいい組み立てでしたね。完全に追い込まれてミスになっています。綺麗なドロップショットでした。リプレイです。スライスが浅くなったのでバックのドライブを警戒してベースラインまで後退しました。その動きを見て前にドロップショットです。これは取れないですね。矢作プロの完璧な一打ですね。脱力しているのでコースが本当に見づらいです。このバックハンドのドライブは去年にはなかったショットです。上達が感じられたワンショットでした。これもすごいドロップショットです。ネットから50センチのところに落ちてますね。5-4となって次は必ずキープしなければならないゲームとなります。矢作プロの見事なパッシングです。アプローチが浅すぎました。濃いブルーぐらいのところに打つべきですね。ラケットが後ろで回転していてどこに来るかわからない状態です。多分クロスにもストレートにも打てる体勢だったんだと思います。ここは矢作プロもギアアップしてきています。思い切ってダウンザラインに打ちましたが、ここはネットです。うまくしのがれてしまいました。30オールとなって超重要ポイントです。リプレイです。ここもアプローチが浅いです。赤い矢印ぐらいのところに打ちたいところです。ナイスショットです。お手本にしたいバックハンドのドライブですね。
ここはブレイクポイントでしたが、とにかく攻めるしかありませんでした。なんとかブレイクポイントをセーブしてデュースに持ち込んでいます。ここで矢作プロにミスが出てセットポイントが来ました。ファーストが入らずでセカンドをどうするのかちょっと悩みながら歩いています。攻めるサービスを打つのか、安全にキックサービスに行くのか、スライスサービスを選択しました。スマッシュを打ち切ってこのセットを奪取しました。リプレイです。フォアでちょっと中ロブ気味のエッグボールを打った上でバックハンドドライブを強めにクロスに打っています。安全に行き過ぎてこのアプローチもちょっと浅めですが十分の体勢で打たせなかったのでロブが上がってきました。ファーストセットのサマリーです。総ポイントは28対23。ファーストサービスの確率が2人とも高いです。矢作プロはアドサイドから 100% ですね。素晴らしい内容です。セカンドセットが始まります。いきなり来ましたフォアのダウンザラインです。結構打ったんですが綺麗にライジングで打ち返されています。これはちょっと当たり損ねたようでした。思ったより短くて届かないところに飛んできました。このドロップショットの処理にちょっと迷いがありますね。フォアの逆クロスでこれはしっかり打つことができています。ブレイクポイントが来ました。ここは何としても欲しいポイントです。セカンドサービスなので強く打つことを考えています。これぐらい深いところに行くとなかなかコントロールは難しいと思います。これはちょっと気持ちよく打ちすぎました。
ドロップショットを警戒してサイドスピンをかけたんですが、それ以上にすごいドロップショットが来ました。すごくスイングしているので本当に分かりにくいドロップショットです。うまいですね。ドロップショットを警戒してポジションを前に取ってしまうので、こういった深い球がうまく処理できなくなっています。これはうまくフォアでエースが取れましたが、なんとなく迷いがあるようなスイングになっています。ナイスドロップボレーです。リプレイで見てみましょう。走りながらのアプローチから柔らかいタッチのフォアのドロップボレーです。次のシーズンでは私もこのボレーができるように練習したいと思います。これもドロップショットっぽくないんですけども、ネット前に落とされてしまいました。かなりピンチです。セカンドセットはファーストサービスの確率が良くないですね。特にネットのフォルトが多いのでリズムを崩す原因になっています。ブレークを許して1-3となっています。初めてドロップショットをうまく処理できました。ドロップ返しですね。なんとか届いた感じです。
ブレイクポイントが来たので、ここは何としてもブレイクバックしたいところです。バックハンドの速いスライスからの展開で、ここはポイントを取ることができました。いい具合に組み立ててたんですが、ネットインで形勢が逆転してしまいました。やはりファーストサービスからの展開が大事ですね。スライスでストレートに打ちましたが、ドロップショットを警戒しすぎて変な打ち方になっています。これはネットタッチです。ボールに逆回転がかかっていて、結構戻っちゃったんですよね。本当にテクニックすごいですね。とにかく自由にされないように強い球を打つしかないっていう展開です。これで3オールとなりました。まだまだセカンドセットもチャンスがあります。ここは追い上げてきているので、すごくチャンスのゲームです。セカンドセットの行方を左右するようなポイントになると思います。左の後ろに走らされ、今度は右前にドロップショットと、かなり厳しい組み立てです。今度は右後ろに走らされて、左前にドロップボレーということで、さっきと逆の反転したようなボールでした。ここはオンラインです。ブレイクポイントが来ています。ちょっと抜けてしまったようですね。
この辺りは本当に厳しいラリーが続いています。もう一度ブレイクポイントです。ローブでうまく抜いたんですがポイントにならず2回目のデュースです。ちょっと当たり損ねでしたが入ればいいんですっていう感じですね。ここもドロップショットからの矢作プロの見事な展開です。このサーブは逆モーションでしたね。ファーストサービスがセンターに来ることが多かったのであのコースはケアしていませんでした。バックハンドのスライスのクロスへのドロップショットです。ここは大事なポイントなんですがチャイムは鳴るし隣からボールは入ってくるしで結構難しいタイミングでのセカンドサービスとなりました。ここはフォアハンド3本のいい組み立てでした。ここはワイドのスラッシュサービス狙いです。ホールとなりました。これはいいタイミングでステップインしたんですがミスになってしまいました。なかなか厳しいラリー戦です。
矢作プロがサービスキープをして、ここは矢作プロから 5-4 となっています。ちょっと無理したストレートでしたね。なんとかフォアで組み立てて30オールとしています。ちょっと足を滑らしたようですが、大事には至らずでした。クロス側にスペースがあったので慌ててしまいました。ここで矢作プロのセットポイントが来ました。柔らかいうまいパッシングでしたね。このボレーミスでセカンドセットは矢作プロから6-4となっています。ここまでのサマリーを見てみましょう。総獲得ポイントはほぼ同じですね。矢作プロのファーストサービス確率が 83% と高確率です。特にアドサイドは 89% と高い確率でファーストサービスが入っています。ファイナルセットが始まります。いきなりリターンエースが取れました。矢作プロのナイスショットですね。
辺まではサービスも入っていて順調な感じに見えます。40-15からのブレイクで、このブレイクは痛かったです。矢作プロの綺麗な組み立てからのネットプレーでした。このキープで矢作プロから3ラブとなっています。ナイスロブでしたね。ラインの中に落ちています。これはネットタッチとなりました。このプレーで矢作プロが負傷、トレーナーを呼んで応急処置をしましたが回復には至らずでした。最後まで試合を続行された矢作プロは本当に素晴らしいプレーヤーです。本当に楽しい試合で幸せな2時間でした。最終スコアは矢作プロから4-6、6-4、3-6となっています。次の対戦が本当に楽しみです。この後も全日本ベテランテニス選手権の動画をアップする予定です。ぜひ見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。